チャオエリコです。今日はですね、ベローナという街に来ています。私が住んでいるパドヴァから特急の電車で40分で来られました。結構近いです。で、今日はどうしてベローナに来たかというと、じゃーん、こちら本を出しました。で、今日はなんとベローナの中心街にある本屋さんでこの本を紹介するイベントがあるんです。このベローナという街は私にとって本当に特別な街なんですよね。なので今日の動画ではまずどうしてベローナが自分にとって特別なのかっていうことをお話ししたいと思います。私初めてイタリアに来たのがまだ高校生の17歳の時だったんですね。その時ピアノと声楽を勉強していて、でしょっちゅうコンクールを受けてたんですよ。ある声楽のコンクールで全国大会まで進んで、なんと賞をいただきまして、上位4位に入った受賞者はイタリアに短期留学に行けるっていうコンクールだったんですよ。それで私選ばれて初めてイタリアに来たんです。で、短期留学が夏休みの間の期間で2週間で来ました。他にもあと3人コンクールに受かった子たちと4人で一緒に来て、でもちろん大人の方も一緒に、通訳の方とかコンクールを主催していた音楽大学の先生も引率で来てくださって、多分 7,8 人ぐらいでみんなで行ったと思うんですけど、楽しい思い出しかなくて、ご飯は美味しいわ、人は明るいわ、街中はもう何これ映画の中ですかみたいな、高校生の私にとってもうなんかインパクトが強すぎて、その時にベローナにも来たんですよ。いろいろな街を観光したんですけど、その中でも一番ベローナが私の中でもうなんか一目惚れした街だったんですよね。なんて可愛いのこの街って思って、観光もしつつイタリア人の先生のレッスンを受けられる。そして1週間ぐらいレッスンを受けた後に最後に発表会をするっていう素敵な企画のプチ留学だったんですね。イタリア人の先生のレッスンを受けたのもその時がもちろん初めてだったし、なんかとにかく毎日が新しい刺激ばかり受けて楽しすぎて一生忘れられない。で、ベローナといえばアレーナという野外劇場がとても有名で、今も夏の期間はもうずっとオペラを公演してるんですね。プチ留学の時にも私たちもオペラを聴きに行ったんですよ。カルメンだったんですけど、オペラって結構長いじゃないですか。で、夜中の1時過ぎぐらいまで会ってて、でも途中からすっごく眠くなっちゃって、私こっくりしながら聴いてたのを今でも覚えています。本当にベローナは私にとってもう一目惚れした街、特別な街なんですよね。もしまたイタリアに留学に来られるならベローナに行きたいってずっと思ってたんですよね。でも結局私はパドヴァという街に留学することになったんですけど、今でもやっぱりベローナに来るたびに高校生の時の旅行を思い出すし、やっぱり私にとってはベローナ特別な街なんですよね。なのでその私にとって思い入れのある街で今夜待って、17歳の時に初めて来て、今41だからもう24年越しぶりに私はこの街で自分の本のプレゼンテーションをするという、もうこんな日が来るとは想像もしていませんでした。高校生の頃の自分からすると、でも絶対信じられないと思う。なのですごい嬉しいことだし、今日はプレゼンが終わった後も相模という日本食レストランがここベローナにもあるんですけど、私その相模さんとコラボをさせていただいてて、アンバサダーもさせていただいているので、またそれもすごく嬉しいことだし、結局私はベローナに住んだことはないんですけど、こうやって時々ベローナでイベントがあったり、ベローナのお店とコラボしたり、なんかベローナと縁があることがすごく嬉しいです。で、今からちょっと着替えたりちょっと準備してから夕方6時に本屋に行かなきゃなんですけど、ちょっと早めにここを出て野外劇場とかちょっと街中を皆さんにもお散歩しながらお見せできればいいなと思います。なので今日はベローナ Vlog、 ぜひ皆さん最後までご覧ください。こちらがアレーナです。すごく大きいですよね。何も公演がされてない時は入場料を払えば中も入れるんですけど、今はなんかクレーンとか運ばれてるっぽいから、もうすぐ何か有名なアーティストのコンサートとか、もしくはもうすでに夏のオペラのためにそろそろ準備が始まってるのかもしれないですね。音楽留学中もなんか学生は学割で多分2000円もしないぐらいでオペラが見られたので、
毎年夏は何か見に来てました。ここで前にイタリアですごく有名なズッケロっていうアーティストとギタリストの布袋さんのコラボがここであって、私その時布袋さんにインタビューをしたっていう、めちゃくちゃ緊張しました。で、私は一番最初にこの街に来た時に感動したのは、このアレーナもそうだけど、個人的にめちゃくちゃ感動したのは、あっちにある、ちょっと待ってね、奥に見える時計の門、あれがマジで最初見た時に、これテーマパークじゃなくて素でこんなに可愛いのと思って感動しました。これを見てなんか一目惚れしちゃったんですよね。可愛いと思って。あとね、なんか覚えてるのが、ディーゼルでなんかバッグを買ったな。懐かしいな。いつも思うけど、あの建物何なんだろう。なんか学生がいっぱい座ってます。はい、こちらの本屋です。着きました。ここにあります。今日のイベントです。こんな風にフェルトリネッリさんではイベントがしょっちゅう行われてるみたいですね。今日は本の PR トークショーみたいな感じです。パパフランチェスコさんと並んでる。中結構広いです。パドバのフェルトリネッリでもやったんですけど、こっちの方がだいぶ広いです。お客さん来てくれるかな。なんせ初めての本だし、私そんな本の世界で知られてるわけじゃないので。今日司会をしてくださるアレッサンドロさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして達也さんです。こんにちは。こんにちは。達也さんは相模で働いてらっしゃるんですよね。今日相模に食べに行くよ。はい、行きましょう。楽しみにしてます。アレッサンドロさんはイタリアで日本語の先生をクラブとかみたいなのがあって、そちらの方で日本語を教えてもらってます。オンラインですか？オンラインじゃなくて、ちゃんとレッスンですね。じゃあベローナで？はい。ちょっと待ってね。教えてもらってます。教えさせてもらってます。もう一回言う？じゃあそうですね、もう一回。ベローナで日本語を教えてらっしゃるんですか？そうです。ベローナの方で日本語を教えさせていただいてます。すごい難しい日本語。さすが先生。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、今日はプレゼンテーションした後に、達也さんが働いてらっしゃる相模に、ここもすぐ近くなんですよね。そうですね。歩いて食べに行って、で、そこではイタリア人向けの動画も撮ろうと思ってます。はい。イタリア語に訳せない日本語について食べながら話す。そうですね。例えば。喉越しがいいとか、ね。はい。あと、口当たりがとか、そういう口寂しいとか。口寂しい。そういう表現ってイタリア語にないじゃないですか。なかなかないですね。それについてちょっと話したいなと思ってます。次、日本はいつ帰る予定ですか？帰るってありがとうございます。日本国籍まだ持ってないので帰るって言えるかどうか。でも一応は11月に行きます。11月？はい。2ヶ月ぐらい。私、団体旅行のガイドみたいな仕事もしてます。Io faccio anche insegnante di giapponese ormai da più di 10 anni. Insegno sempre la lingua giapponese agli italiani. 終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう本当にブラビッシモ。お疲れ様の乾杯しましょう。そうですね。お疲れ様の乾杯。レッツゴー。じゃあ、アレッサンドロさん、お疲れ様でした。乾杯。乾杯。お疲れ様でした。お疲れ様でした。Numero 2. お疲れ様でした。Si usa quando si è finito un lavoro, si è fatto qualcosa magari anche di faticoso e si dice abbiamo finito, ci meritiamo questa birra. Oh, cos'è questo? Questo è beef ramen. Beef ramen. Sembra buonissimo, 美味しそう。美味しそう。Ma tuo piatto preferito di Sagami? È uno dei miei piatti preferiti di Sagami, anche okonomiyaki. Anche okonomiyaki. いただきます。いただきます。ほっこりですか？ほっこりしてます。ほっこりしてます。出た、ほっこり。ほっこり。Numero 4. ほっこり。ほっこり。ほっこり。Si usa per descrivere una sensazione che ti fa sentire proprio rilassato o 私は久しぶりに名古屋の味噌カツ丼にしました。相模さんのアンバサダーをさせていただいてて、限定メニューもあります。私は長崎出身なので、ちゃんぽんをコラボメニューとして作らせていただきました。はい、ということで、今日は無事にプレゼンテーションも終わり、そして相模さんで美味しいものを食べながら動画も撮影してお疲れ様でした。なんか、ベローナとパドは近いからまたすぐ会えるし、
しい。ね、皆様ね、ベネト州に来てください。ベネト州もね、なんか美味しいものもたくさんあるし。そうですね。ベローナの伝統料理って何ですか？リゾットアラマローネですね。アマローネっていう結構高級ワインがあって、はい。それで作ったリゾットが名物ですね。リゾット美味しそう。その伝統料理を食べたらほっこりしそうですね。ほっこりしますね。はい。ぜひ、ほっこりしに来てください。はい。じゃあ、また次回の動画でお会いしましょう。Grazie mille, alla prossima. Ciao a tutti. Ciao, ciao. Ci vediamo. またね。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 動画撮影終わりました。お疲れ様でした。本当に社長のイサジさんはまたマラソンに参加されたんですよね。今回なんとスペインでマラソンに参加されて、その翌日にスペイン停電で空港まで徒歩でそう、相模はマドリードにもあるんですよね。はい。なので伊佐治社長はよくスペインにもいらっしゃってるという、スペインでしっぽりやってます。